制限時間は1時間。AI だけでいられを作ったらどうなるのか実際にやってみました。 AI でゲームやアプリが作れるとは聞きますが、さすがにデザイン系ツールは無理なんじゃないかなと思っていました。ところが意外なことに形にはなったんです。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。最近 AI ってどんどん進化してますよね。プログラミングの知識がなくても AI に頼めばアプリが作れてしまうような、そういう時代になってきています。 YouTube でも AI でゲーム作ってみたとか、そういった動画が流行っているようです。ならば乗るしかないこのビッグウェーブに。私もこのビッグウェーブに乗りたいなと思って動画を撮影しています。ただゲームだとこのチャンネルの趣旨とだいぶかけ離れてしまうので、プロのデザイナーさんが使ういられ風ベクター編集ツールを AI だけで作ってみようというのが今回の企画です。まずはじめに誤解のないようにお伝えしておくと、本家へのリスペクトは忘れずにやっていきたいと思います。あくまで AI でどこまでできるのかという検証で、教育目的の一環として見ていただければ幸いです。ということで今回は1時間チャレンジ AI だけでいられ作ってみたという内容です。 AI ジェミニと対話するだけでどこまで本家に迫れるのかを検証していきたいと思います。今回のルールと目標は以下の通りです。制限時間は1時間。目標はハートのアイコンの作成です。そのために必要な機能は次の5つです。1、図形の描画。2、オブジェクトの選択。3、カラーの変更。4、パスの編集。5、システム周り。この UI、このシステム周りが一番の強敵かなというふうに予想しています。こだわり出したら底なし沼のようにどこまでもはまり込んでしまうので、制限時間1時間以内にできる範囲で収めていきたいと思っています。で、自作ツールでハートを作成してデータが書き出せたら完成とします。ちなみに私のプログラミングスキルについてですが、 HTML や CSS はある程度わかります。 JavaScript も少々わかる程度です。ただし専門で習ったことはありません。独学です。で、その後チャット GPT など AI が使えるようになってから Python などの学習を始めました。今では自作のスクリプトなどが制作できるようになっています。例えば台本を読み上げるときに使うプロンプターという自動スクロールするスクリプトですね。こういったものを自作してみたりとか、 YouTube の字幕ファイルを一括で多言語化するスクリプトを作成してみたりとか、いられのスクリプトを自作するとか、そのくらいのスキルはあります。で、そんな私が1時間取り組んでみたら一体どこまでいけるのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。いられでハートの作り方。いきなり AI に作らせる前に、まず本家いられで実際にハートを作る手順を確認しておきたいと思います。ここはサクッとやっていきたいと思います。で、まずは四角を描く長方形ツールですね。こちらで正方形を一つ描きます。続いて長押しで出てくる楕円形ツールですね。楕円形ツールで同じ高さの丸を作成します。いられの図形にはアンカーポイントと呼ばれる頂点が存在するんですけれども、この頂点を削除してカーブを直線に直して回転させます。回転させてくっつけます。さらに回転させると半分のハートの形になるので、これを反転、もう一個くっつけますと。で、色を変えたらハートの完成ということですね。なんで丸を描いてですね、少し形を編集して移動させたり回転させたりっていうところができたらハートのアイコンできるかなというふうに思いますんで、ここら辺の機能を作成していきたいと思います。なかなか攻めた目標ですね。それでは始めていきましょう。
はい、それではじゃあ始めていきたいと思います。で、タイマー1時間セットしましたんで、この1時間以内に終わらせていきたいと思います。タイマースタート。ではここから始めていきたいと思います。まずはそうですね、真っ白なキャンバスでベースを作成するところからいってみたいと思います。私最近こういう音声入力で全部プロンプト入力するんですけれども、これからベクターデータを作成することができるイラストメーカーというソフトを開発していきたいと思います。 HTML と JavaScript を使って作成していきます。まずはそのベースとなる真っ白なキャンバスを一つ作成して、そこで編集していけるようにベースを作成してください。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。でもう早速こんな感じで出てきましたので、これをコピーしましてテキストエディターに貼り付けます。でこれを HTML として保存します。でこれが出来上がったものですね。イラストメーカー HTML、 これ開くとまあこんな感じですね。これがベースになるんですね。なるほど。イラストメーカーバージョン1ということでいいですね。でここから長方形や丸などを書くことができるツールを追加してみたい。アイコンをクリックしてドラッグした大きさで丸や四角が書けるようになるツールを一つ追加してください。丸と四角は別のアイコンになっても大丈夫です。こんな感じで次は長方形ツールと楕円形ツールいってみたいと思います。早いな。でこれをコピーして上書きしていきます。でここにあるのね。なるほど。思ってたのと違ったけど、なるほど、こういう感じか。で、回ると。はいはいはい。おー、操作感が違いすぎてなんかすごいな。はい。まあ言った通りではある。へえ。なるほどなるほど。これ消せないしね、作って。作りっぱなしで移動もできないし修正もできないと。なるほどなるほど。はいはいはい、こんな感じになりますね。今のツールで作成された丸や四角を移動させるためのツールを一つ作成してください。クリックして選択で、その後ドラッグすると移動するみたいな操作感です。移動ツールということで、はい、移動ツールで OK です。イラストメーカーの移動ツール。はい、じゃあこんな感じでスクリプトができたんで、もう一回保存していきます。はい、イラストメーカーバージョン3。選択ツール、手のマークね。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、まあ良いです。で四角形が書けて選択ツールで一回クリックする必要はないんだよね。そもそもなんかいきなり動かすことができるって感じ。なるほど。はいはいはい。でもなんか意外と形になってきている気がする。拡大縮小とかデリートとかはできませんと。その辺追加してみましょうか。そしたら10分経過。でもまあ長方形ツール、楕円形ツールあたりが10分でできていれば思ったよりも早く進んでいる気がします。すごいね。では移動ツールでクリックした図形を拡大縮小したりデリートキーを押すと消せるようにしたい。拡大縮小は専用のツールがあるんではなく、移動ツールを使うとそのままスムーズに拡大縮小ができるような形にしたいです。はい、でセーブしてデリートキーで削除っていうのが追加されてますね。長方形ツール、なんか出た。はい。ここが原点で決まって動きにくいけれども、で丸と丸は永遠の固定、四角は長方形、自由に動いてしまうと。デリートで消せる。なるほどね。いい感じ。今の移動と拡大縮小素晴らしいです。長方形のツールが正方形が書けなくなってしまったので、シフトを押しながら作成すると縦横同じ大きさになるようにしてください。はい、これでどうでしょう。長方形が
シフトを押すと、おー、はい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 。もういられっぽい動き。イラストレーターっぽい。すごいすごいすごい。で、消したりできる。はいはいはい。M は何も押してないけれども、もうこの状態。まあいいや、まあ、これはもう。まあ、一回これは目つぶって先進もうかな。で、あと何やるんだったっけかな。で、オブジェクトの選択、移動、拡大、縮小。はいはいはい。この辺も一応できてますね。回転。回転ね。回転はまあ、ちょっと後にしよう。回転一回後にします。で、カラーの変更。塗りと線。じゃあ塗りと線いきましょうか。では今作成した図形の色を変更できるようにしたい。塗りは図形の内側を表すし、線というのが図形の境界線。そこの2つに自由に色を設定できるように変更してください。これでも通じるでしょう。ベクターらしくなってきました。なってきましたよ。はい、素晴らしいです。で、コードをコピー、上書きしていきます。塗りと線ありますね。はいはいはい。で、塗り。はい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 。確かにいられっぽい。はい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 。でもスポイトツールもある。素晴らしい。で、線の色がなしにしたいんだが、なしという概念を伝え忘れている。なるほど。で、丸。丸はでももう、この設定がそのまま引き継がれて丸が書けるんだね。なるほど。大きさ、合わせにくい。一回ここまでですかね。なるほどね。色はなしにすることができるっていう設定でいきたいと思います。いい感じです。塗りと線は色をつけないという設定もできるようにしたいので、そういった選択肢を増やしてください。はい。なしの設定が出てきましたね。はいはいはい。これで四角を書いて、塗りなし。はい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 。いられっぽいいられっぽい。いいっすね。いいです。で、削除と。ぽい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 。あと、操作感にこだわり出すと長そうなので、一回これで先進みましょうか。で、カラーの変更がこれでできて、パスの編集、アンカーポイントの削除。なんて伝えたらいいんだ、これ。パスの概念って言ったら分かってもらえるかな。いい感じです。で、作成した図形を後から編集できるように、このパスの編集ができるようなツールが欲しいです。具体的にはアンカーポイントを削除するツールが必要です。概念を伝えるのが難しすぎてアンカーポイントって言ったけど多分通じるでしょう。これでペンツールの追加、自由な曲線パスをかけるようにしましたということで、ペンツールが出来上がりましたと。どんな感じでできているんでしょうか。ペンツールバージョン、ペンっていうのがある。パスの編集もある。はいはい。ペンはペンっていうかブラシツールみたいな使い心地。なるほどね。でパスの編集はでも確かにペンツールになってます。パスになってます。でデリートで消せる。はい、デリートで消せる。素晴らしい。四角形を描いて塗り割りにして触りやすくして、パスの編集でアンカーポイント、頂点だけを削除したいんだけれども、そういったことは今のところできない感じかな。これだとペンツールというものは出来上がったというか、ブラシツールとして出来上がったんだけれども、パスというものも存在するんだが、はい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 。この点をクリックすると消えるってことなのね。なるほど、そういう使い心地ね。違うな、これじゃねえなこれじゃない。長方形や円形でもパスを表示して、その頂点の部分を削除できるようにしたいということで、イラストメーカー新しくなりました。どんどん進化するイラストメーカー、いいですね。はい、これがイラストメーカーパスバージョンで、パスの削除ができるのか。できてる。完璧。いいね。円形でパスの編集、あれ何それなんか形変わったけど、どういうことなんだそれは。
アンドゥもできないアンドゥもできない。なんなんだこれは。円の1点だけ削除しようとすると、なぜかカーブじゃなくなってしまうと。そしてアンカーポイント削除した後は移動ができない。この辺が問題だね。といったあたりで約30分経ちました。約半分まで来た段階である程度の図形を書いたり簡単な編集くらいまではできるようになりました。ただなんかバグも多いし意図しない動きも全然いっぱいあるんで、その辺を修正していかないといけないっていうところが後半戦ですね。でもちょっとハートの形見えてきたかもしれない。続けてやっていきたいと思います。長方形や円形のアンカーポイントを削除すると移動することができないので、移動できるようにしたい。あとは円のアンカーポイントを削除すると八角形かな、八角形のような図形に変換されてしまいます。曲線を維持した状態でアンカーポイントは削除できるようにしたいです。はい、じゃあこれで行ってみたいと思います。はい、で円形を書きますと移動します。でパスの編集、アンカーポイント削除。あれなんだこれ、どういうことだそれは。ハート型になった待てなんだぞ。何？パスの編集、曲線を維持させるのどうしたらいいんだろうな。これちょっとスクショで図形の形を渡してってみようか。パスの編集でクリックするとこんな感じになって、でもう一個点をアンカーポイントを削除すると直線に戻ってしまうと。これスクリーンショットで共有してみよう。アンカーポイントを削除して半円にするような形にしたいんだけれども、そういった形で操作できるようにしてください。ちょっと考え込む時間が長くなってきましたね。ほぼこの辺もう分かんないですけどね。でもジェミニに任せてやっていきたいと思います。さあどうなった。円形ができてパスの編集で削除。なんかアンカーポイントよく分かんないところに行く。なんだかよく分かんない動きをする。ちょっと待て。パスの編集で、はい。これ意外と難しいんかな、この半円っていうのが。どうなんだろう。今回のバージョンでアンカーポイントを削除すると半円とかそういう形にはならなかったです。原因を考えて修正してください。今度これプロモードでいってみたいと思います。これちょっとうまくいかないときやっぱプロの方がうまくいくんでね、行ってみたいと思います。ここで約残り20分。どうでしょう。プロなんでしっかりというか信頼のプロモデルって感じですね。思考モードでできないことがプロではできるって感じはあります。でちょっと考える時間が長くなったりするんで急いでた時はどうかなっていうところはあるんだけれども、遠回りするよりかはね、うまくいく方が時間的には早かったりするんで、こういうややこしい時はプロモードですね。はい、申し訳ありません。前回のバージョンではパスの解析処理にバグがありましたということで、バグ見つけてくれましたね。賢いです、プロモード。はい、じゃあこれでいってみたいと思います。丸を書いて編集の1点削除で、なる。はいなりました。いいっすね。さすがプロ。できた。パスの編集1点削除、つながる。で移動もできると。いいね。スマートガイドみたいな操作を実装したいんだけど、スマートガイドって言うとなんかちょっとずるい気がするんで、なんか別の言い方でどうにかやってみたい。図形の大きさを整えるガイドを作成したい。ガイドは画面の上部や左側からドラッグして引っ張ってきて表示させる形で、そこにアンカーポイントだったり図形がスナップするような挙動を実装してください。ちょっとスマートガイドはちょっと諦めよう。なんかうまく伝わらなさそう。普通にガイドでいこう。普通のガイドだったらいけそう。今回もプロモードですね。ちょっと残り15分になってきてプロモードの試行時間が気になってきてはいるものの、
ここのガイドのスナップとかがねうまくいけば、好きな方を選んでくださいと言うんですが、じゃあこの左側の方で行ってみたいと思います。これガイドね。でもガイド出てくる。本当だ、出てくる。いいね。で、丸書いてスナップする？する。いいね。はい。で、ここにガイド1個引いて、スナップする。いいですね。いける。で、パスの編集、ちょっと操作選んでるのかよくわかんない。なんでパスがここにアンカーポイント、ここ。はい。なるほど。このアンカーポイントは移動してないんだ。回転がまだやっていない。回転まだ実装していない。なるほど。回転実装してないし、このオブジェクトはオブジェクトでこう合体するような動きにしたいね。あと12分。ちょっとやべえ。はい。で、図形を回転する機能を追加してください。シフトを押すと45度刻みで回転するような形で。あとは、スナップ機能を強化して、アンカーポイントとアンカーポイントもスナップしてくっつくような形に修正してください。これができればほぼいけるんじゃないかな。プロモード最後の方時間かかるのなんかまどろっこしい感じがある。さあ残り10分となりました。一応形にはなってきている。あとちょっとだけれどもできるかな、どうだろう。急いでやっていきたいと思います。はい。で四角形があって、これで回転？これで回転ね。45度刻みで回転もする。丸移動くっつくかどうかはちょっと怪しいなこれ。アンカーポイント削除ができない。アンカーポイント削除。はい。アンカーポイント削除。これもアンカーポイント削除。はい。何回か押してるんだけれども反応しなかったりする。で、ガイドを用意して、スナップしない。スナップしない。コピーも用意してね。そう言われてみるとコピー用意するの忘れている。拡大縮小がなくなっている。ちょっと待って。拡大縮小がなくなっている。拡大縮小おい、ちょっと待て。拡大縮小ができなくなっています。拡大縮小はできるようにしてください。あとコピーができるようにコントロール C コントロール V でコピー機能を実装してください。あと7分。もうだいぶ後半戦だ。ちょっと時間がないな。だいぶ。でもプロモードだったら一発でうまくやってくれるはず。はい、できました。よし、もうさっさとコピーしてしまいましょう。で、まずコピーがコントロール C コントロール V でコピーできるようになってます。 OK で、パスの編集で削除もできますと。はい、 OK。 じゃあこれでもう完成間近。一旦ここも上下にやりましょう。で、はい。で、四角形ができて、スナップ機能がない。スナップ機能がおかしい。ちょっとまあいいや、もう先行っちゃおう。で、円形でスナップがもうおかしいんだけれども、ちょっともう時間がないので行ってしまう。はい、消えました。はい。これがガイドせっかくやったけれども、ちょっとスナップ機能がうまくいかない。で、この2つをまとめて選ぶことができない。もう一回あれするか。もう自力でいくか。目分量でいくことになってしまう。でもなんかハートにはなってきている。コントロール C のコントロール V。反転もないな。反転もないぞ。よし、そうか。ただコピーさえできてしまえば、あとはもう回転させてちょっと目分量でいく感じになるけれども、ハート型にはなったと。ハート型にはなりました。あと SVG で書き出して保存。これができたら一応形にはなると思う。時間ギリギリまで形にはしていきたい。スナップ機能が
うまくいっていませんので、しっかりとスナップするように修正してください。あとは出来上がったデータを SVG として保存することができるように保存ボタンを追加してください。今スナップも修正してくださいと言ったんで、目分量ではなくなるんじゃないかな、これで。で、保存できるように SVG 保存できるようになったということなので、いけるんじゃないかと思うんですが、あと1分30秒うまくいってくれ、頼む。はい、じゃあ HTML で今コードを生成中と。あと30秒、長いね。20秒。終わった。これでどうなるかだね。はい。で、これあと保存したらいけるんじゃないかと思うんですが、じゃあ最後のこれまとめで紹介していきたいと思います。それでは私が作ったベクター編集ツールイラストメーカーの最終形がこちらです。いいですね。右上に SVG の保存が出来上がってて、でスナップもうまくいったんでしょうかね。最終的にガイドを引きまして、で長方形ツールでスナップ来てます。でここはスナップしないんで、ちょっとアンドゥできないアンドゥは未実装。はい。で円形は中心からしか大きくなりませんと。でスナップしない。円形はスナップしないんで、結局目分量ではある。ガイドがあるのでどうにか形にします。大きさ揃わない。なんでこんな大きくなったり小さくなったりするのか。はい、こんな感じでパスを編集で半円にします。何回かクリックしないと消えません。はい。で移動させて、こっちもパスのアンカーポイントを削除します。何回か押さないと削除されません。はい。で回転させます。アンカーポイント削除すると拡大縮小できなくなる。拡大縮小ができなくなるんですが、それは良しとします、この際。はい。でここもスナップしないで結局目分量でいきます。はい。でまとめてコピーもできないんで個別でコピーしていきます。角度は回転180度回転で、ここら辺も目分量コントロール C コントロール V でコピーしまして、でもなんかそれらしい感じにはなったかな。はい。で色線なしいけないんかい。色変えらんないんか。色変えられないか。色変えられない。色が変わらない。最初に色変えないとダメっていうちょっと待ってはい。ということで、ございましたというところですね。でいいや、とりあえずこれで SVG で保存していられに本当に持っていけるかどうかまで検証していきたい。SVG で保存ダウンロード開始しましたということで SVG 保存されている。じゃあ本家いられに持ってってみたいと思います。じゃあここの先ほどのこのファイルに SVG のファイルを開いてみます。はい、できましたね。できました。一応こんな風に形にすることはできました。ということで私が作ったベクター編集ツール本家のイラストレーターでちゃんと開くことができました。なんとか形にできてよかったなーって思うことと、今回自作してみて一番感じたのが当たり前の機能のありがたさでしたね。反転とかコピーとかアンドゥとか普段何気なく使っているこういった機能でさえいざ自分で作ろうとするとなかなかうまくいかないもんなんだなっていうのが分かりました。それら一つ一つにすごい努力があるなっていう風に感じたんですよね。最新の機能がすごいのももちろんなんですが、こういった当たり前になっている機能自体が実はすごいことなんだなっていう風に改めて感じました。Adobe さんありがとうございます。で、ベクター編集ツールイラストメーカーの制作はここまでで終わりです。皆さんが当たり前でこれは必須だなって思う機能なんでしょうかね。ぜひコメントで教えてください。また次に作ってほしいソフトなどがあればぜひコメント欄に書いてみてください。できるかどうかは分かりませんが挑戦してみたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。
イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。